こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今年の春は映画新ウルトラマンが話題でしたね。ただ、話題になったがゆえに、自分としてはウルトラマンを初めて見たという人がどう感じたのか、そこが妙に気になってしまいました。知らなかったけど意外に楽しめた、良かったという感想の人には、そうでしょう、ウルトラマンっていいでしょと言いたいし、つまらなかったという人には、いや、ウルトラマンってこんなもんじゃないから、もっとポテンシャル高いコンテンツだから、これを見ただけで語られても困りますし、と言いたい。私にとっての新ウルトラマンはこんな映画でした。今回のこっとりチャンネルは、この新ウルトラマンの公開に乗っかって、この本を紹介したいと思います。集英社モンキー文庫、ウルトラマン総集編です。見ると、1979年とありますね。昭和54年7月5日、第1冊発行。背表紙が日に当たって色あせてしまっています。初代ウルトラマンのテレビ放映は1966年から始まりました。翌年1967年にウルトラセブンが放映。少し置いて1971年に帰ってきたウルトラマンが放映。その後、エース、タロウ、レオまで続き、1975年、一旦シリーズは終了しました。1980年にウルトラマン80が放送されましたが、他に80年代に放送されたシリーズはありませんでした。随分時間が空いて、1996年、ウルトラマンティガから平成のウルトラシリーズが始まりました。この本が出版された1979年という年は、レオが終了して4年が過ぎ、ウルトラマンの一連のシリーズも、特撮巨大ヒーローものというジャンルも、もはや過去のものという機運の中で、時代は空前のアニメブームを迎えようとしていました。この年、ウルトラマンサイモがアニメ化しての再スタートということで、つぶらいプロも今までとは違う新しいウルトラマン像を模索していました。この本はアニメザ・ウルトラマンの放送開始をきっかけに、かつて一時代を築いた特撮のウルトラシリーズに改めてスポットを当てた内容になっています。この手の子供向けの本ですと、当時は経文社の大百科シリーズというのが定番だったんですが、この本をあえて選んでいるのは、それだけ魅力的だったんだと思います。では見ていきましょう。表紙は輝けウルトラ兄弟、ウルトラマン総集編となっています。監修つぶらやプロ。価格は480円とありました。経文社の大百科が当時600円くらいしていたので、500円以下というのも子供には買いやすかったのかなと思います。裏面の写真、エースのヒッポリト星人が中心で、鳥獣のベロクロン、ここに可愛らしい感じで帰ってきたウルトラマンの怪獣、ビーコンが飛んでいます。可愛いですね。はい、開きますと注目はこれ。このカバーのこの何というのかな、この後ろの挟むところ、ここから気合入ってるんですよ、この本。ここ、もし経文社だったら他の本の広告ですよ。それが全然違うんです。見てください。初代ウルトラマンからレオまで、それぞれの番組のロゴがきっちり入ってるんですよ。しかも防衛軍のこのマーク、家督隊、正式名称科学特捜隊、ウルトラ警備隊、マット、モンスターアタックチーム、タック、テレビルモンスターアタッククルー、ザット、難しくて覚えてません。マック、モンスターアタックキングクルー、全部入ってますよね。そして、各ウルトラマンの顔。シンマンなんて初代と違い出すために斜めから描かれてます。工夫が見られます。あとはこの本でフィーチャーする放送回のタイトルが書かれてるんですけど、この後ろにこれなんとウルトラマン一人ずつのウルトラサインが入ってるんですよ。すごいでしょ。当時オタクなんて言葉は全くないんですけど、オタク心をくすぐられたというか、だからまあこのタイトルの順番が逆になってるミスはもう許しましょう。そのあたりはもう許すって思いながら買いましたね。で、1ページ目、ウルトラマンと人間体をセットで紹介。いいでしょう。こっから中身なんですけど、前半モノクロとカラーの交互のページ展開なんですよ。ここもなるべくコスパを考えて価格を安く提供してあげようという出版社の心意気が感じられます。大まかな内容としては、前半に各ウルトラマンの名場面を写真中心で紹介しています。後半はその放送回のあらすじを文章中心で紹介しています。その合間にウルトラ兄弟の設定や必殺技の紹介、怪獣図鑑であったり、ザ・ウルトラマンの情報までなるべく馴染む感じで入れられています。ただのデータベースではなく、要点をかいつまんでまとめてあるのも好感が持てました。でも、初版だからなのか、
ころどころミスプリが見られるのも、ご愛嬌でした。で、そこを子供だった私がわざわざマジックで訂正を入れたりしています。このページ、ウルトラ兄弟を超えていけの回の注釈、初代マンが天皇制で倒されたとなっていますけど、これ間違いで、この写真、新マンですからね。天皇制ってところも新マンだから木星だよって訂正しています。こちらウルトラ兄弟の技を紹介するページ、エースがストリーム光線、太郎がメタリウム光線となっていて、これも訂正しています。正解はエースがメタリウム光線、太郎はストリーム光線ですね。ちなみに、このエース以降、光線の技がカラフルになりました。特撮技術の進歩ですね。こちらの怪獣図鑑なんですけど、新ウルトラマンに出てきたガボラやメフィラス星人、ザラブ星人も紹介されています。特筆すべきはこのセブンのカプセル怪獣。しっかり4体が同じ枠で紹介されています。大体カプセル怪獣といえばこのミクラスとウィンダムが有名で、アギラとかあまり知られてないんですけど、同じ枠の大きさです。ちょっと悩みやすい性格とか書かれていますし、ウィンダムは愛嬌あるけどあまり頭良くないとか、面白いキャプションですよね。それと、セブンの本編には出てこないセブン川まで同列扱いなんですよね。ウルトラマンレオのストーリーで、新マンが変身できないセブンに届けたカプセル怪獣でしたね。しかも、登場はそのたった一度なのにこの扱い、立派な編集方針でしょう。まさかこのセブン川が2020年のウルトラマン Z で再びフィーチャーされることになるとは当時誰も考えていませんでしたからね。怪獣図鑑の流れでこちらには一応ザ・ウルトラマンの怪獣も紹介されています。カラーページの後のここにやっと目次があって、ここからそれぞれのストーリー、あらすじ紹介です。それでこのそれぞれの扉のページがすごいいいんですよ。タイトルとウルトラマンでしょ？それとテレビのタイトル画面。なんといっても極めつけ、周りにこの変身シーンが小回りで載ってるんです。白黒ながらも、ハヤトのベータカプセルからの変身シーンがきっちり入ってるでしょ。こちら、ダンのウルトラアイからの変身シーンが、ゴー隊員の光に包まれるやつ。北斗と南のウルトラタッチ。孝太郎の太郎と、大鳥源のレオーっていうやつ。まだこの頃ホームビデオとか一般に普及してなかったので、この変身シーンを手中に収めるってこの本しかないと思いましたね。考えたら今はなんぼでも YouTube に上がっているので恐ろしい時代ですね。これ例の最終回ですね。これが宇宙恐竜ゼットン。連れてきたのはゾーフィーじゃなくてゼットン星人です。ゾフィーとウルトラマンのあの名シーン。この時、このワンシーンだけのためだけにゾフィーのこの造形がウルトラマンとは別個に出来上がっていたわけで、シリーズ化もウルトラ兄弟という設定もまだまだ先の後付けだったということを思うと、これは今考えてもすごいことですね。これセブンの最終回、史上最大の侵略。ダンとアンヌの恋愛もちらっと見られるという名作ですね。この時はまだウルトラマンとウルトラセブンは全く別物の作品でした。もし仮にシリーズ化されていたら、セブンの変身を止める役目はゾフィーだったかもしれませんね。帰ってきたウルトラマンのこの変身のバッグがとにかく綺麗で好きでした。万華鏡のようです。これは白黒ですけどね。世代的に自分がリアルタイムで見ていたのはこの新マンからですね。ちょっと視聴率が伸び悩んでいた時に画期的な打開策として決行されたのがこのウルトラセブンの極限でした。セブンがウルトラブレスレットをこの新マンに授けます。この時初めてウルトラマンとウルトラセブンの世界が地続きというか交わっているということが公式になるわけですね。そしてこちらも名作、ウルトラの星光る時。ここで大ピンチの新マンを初代ウルトラマンとセブンが助けます。人間体であるハヤタと諸星ダンが登場するという涙ものの展開でした。これで初代マンと新マンが別物っていうことがはっきり知らされました。もちろん体の模様がデザイン的にも違うので別物だとは子供たちも思ってたし、世間もそういう認識でしたけど、
あの初代が帰ってきたというわけではない、帰ってきたウルトラマンなんだよというタイトルの意味が公式に発表された感じでしたね。付録としてウルトラの国の歴史が書かれています。この手の情報は結構子供向けの雑誌などで適当に創作されるケースも多かったのですが、この時期は一連のシリーズ放送も終了して時間も経っていましたし、つぶらやプロも監修していますので、あらかた当時の公式設定だったのだと思います。300万光年の彼方 M78 星雲の中のウルトラの星は光の国とも呼ばれていて、はじめは地球人みたいな普通の人間が暮らしていたんだけど、太陽を失い代わりに人工太陽を作ったことで人々の体が強化されウルトラ族に進化、怪獣や宇宙人の侵略を撃退し、自分たちの力を宇宙平和に役立てるために宇宙警備隊が組織されたとなっています。ウルトラファミリーの解説。ウルトラ兄弟は本当の兄弟ではない。ウルトラ戦士の中でも優れた力を持つ6人がとても仲が良く、ウルトラ6兄弟と呼ばれた。セブンと太郎はいとこにあたる。帰ってきたウルトラマンにはジャックという名前がまだ付けられていませんでした。仕方がないので子供たちはシンマンとかカイリマンとか呼んでいましたね。宇宙警備隊隊長ゾフィーは一族最強と呼ばれる M87 光線を持つと書かれています。おなじみの M78 星雲の78じゃなくて M87 って何ってみんなが思っていました。この頃から。米津玄師さんの曲名のもとですね。ザ・ウルトラマンの設定資料も律儀に入っています。変身シーンもありますよ。この本の中で当時一番感銘を受けたのはこの後書きですね。空想特撮映画は楽しいというコラム。大西俊明という方の文章みたいです。集英社の方でしょうか。昭和28年に作られたゴジラ以来の日本の特撮映画と特撮の神様円谷英二の偉業を称えながら、円谷プロとウルトラシリーズの歴史について振り返られています。ウルトラ Q では怪獣は天災、人災などの具現であり、人間の知恵と災害との戦いを描いた。ウルトラマンでは人間の力及ばぬとき、神の使いともいえるウルトラマンが救いに現れる。ウルトラセブンでは災害との戦いはなく、侵略者の手から地球を守る戦いであり、セブンはもはや神ではなく人類の強力な味方、ウルトラ警備隊7番目の隊員として扱われている。この件ですが、時々今でもウルトラセブンのことをウルトラマンセブンと呼ぶ人がいますけど、まずは段を入れて6人のウルトラ警備隊ありきのセブンなんですよと注意したくなりますよね。こうして一作ごとのポリシーを貫き、さらに作品ごとに昇華させていった。テーマだけをステップアップさせ、内容は相も変わらずということを良しとしないエイジの力がここにある。どうかウルトラマンという円谷英二の偉大な遺産をもう一度見直してほしい。ウルトラマンのような作品の登場を期待してやまない。このコラムではザ・ウルトラマンの放送が始まったこの時期に、アニメじゃなくて特撮なんだよっていう、特撮がいいんだよっていう筆者の心の叫びみたいなものを感じました。よく自分の他の動画でも言ってますけど、この頃この大人目線の解説って本当に少なかったんですよ。子供向け番組はあくまで子供向けの本って感じで、今みたいなマニア本みたいなものがなかったんで、だから子供向け番組を大人目線で解説しているこういう文章はすごく貴重でしたね。そうこうしているうちにというか、この本に切り抜きをずっと挟んでいたんですけど、これです。当時の雑誌に載っていたウルトラマン80の情報。ザ・ウルトラマンが予想通りあまりパッとせず、満を持して翌年、実写特撮のウルトラマンの新作が発表されました。これがウルトラマン80です。こんな切り抜きをずっと残しているんですから、自分がいかにこの作品に期待していたかがよくわかりますね。当時学園もののドラマが大流行でしたし、学校の先生がウルトラマンという新機軸でのスタートでした。これが結果としてどうだったかは何とも言えませんが、久しぶりの実写版はとにかくミニチュアの情景セットがめちゃ成功にできていて、気合入ってるなぁと感じましたね。やっぱり思い出してみると、特撮って今みたいな CG もいいですけど、いかにアナログで作り込むかっていう、そこも空想特撮映画の醍醐味なんですよね。
円谷英二さんや円谷はじめさんがもし生きておられたら、今回の新ウルトラマンの出来はどう映ったでしょうか。聞いてみたいですね。今回は令和の映画新ウルトラマンのヒットをきっかけに昭和のウルトラマンをこの本で思い出してみたという内容でした。このようにウルトラマンが世間一般に話題になるということはいいことだと思いますし、今まで知らなかった人にもぜひオリジナルの作品を改めて見るきっかけにしてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。